皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み上げ音声を加藤一二三九段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。はい、対局開始。相手の方ね、2段の方で早い手段が得意戦法ってことでしたけど、26だったので、いや8四だったので居飛車ですね。今回私が飛車を振ってみましょうか。3ゲーム飛車でいってみます。ちょっとね、居飛車の将棋が続いていたんで、気分転換にね、飛車を振ってみましょう。さあどうしますかね。飛車を振っていろんなね、三間飛車でもいろんな形があるんですけど、今回はね穴熊ではなくて美濃囲いからね、相手の方の出方次第ですけどね、端をついてちょっと様子見ましょうか。5三銀とね、右の銀が5三にはそうですね、これ今3三角で、こうなるとね、結構持久戦のね雰囲気ですね。相手の形はね急戦というよりは、穴熊といったね形が、予想されますね。私6七銀と上がって、今回ねちょっと石田流で組んでいく指し方をやってみます。7五歩とついてね、この指し方もね、先手のこの指し方非常に、昔からある指し方なんですけれども、近年はね結構居飛車側の対策もなんていうんですかね、かなり、整備されてきまして、最近はね、ややね、苦戦してるところもあるようなねところですね。さあで今2二銀と振り飛車が苦戦してるということですね。でもこれもちろん一局なんですけどね、以前ですとねこれ8四飛車とかもう早めに飛車を置いてね、飛車先の歩交換をね7四歩同歩同飛車でいけるんですけど、これを防いどく方が多かったんですけど、こういうふうにね何も受けずに穴熊を急ぐという指し方も最近出てきて、いろいろね、振り飛車側が工夫しているということですね。ついていますか。7四歩同歩同飛車とね行く手ももちろんあるんですけどね、7四歩同歩同飛車で6一の金を動かしてないのが一つ工夫で、7四歩同歩同飛車の時にね次7一飛車成とねなる手がこうなんていうんですかね、先手にならないというのが一つね振り飛車側の主張ですね。どうしようかな、香車上がってみようかな。私もねあんまりこれ、振り飛車を持って指すことが少ないのでちょっとね斬新。大体僕私はね居飛車側を持つんでね、あんまりこう逆を持つような感じになるんですけど、この9八香っていうのはね、場合によってね後手のこの、5三の銀が6四銀とねここにこう出てきてこの方を狙ってくるような手があるんですね。その時に6五歩とか、ついて反発する筋があるんですけど、そうついた時にねこの3三の角がこう香車をね狙う筋に入ってますから、6四銀に、すぐやるかどうかはね別にして、6五歩とね反発する手を端をね残したと。でそれに対して相手の方は、飛車を置いてねここで受けてきましたね。なるほど。これ角出ちゃう手もありますね。角出て、ちょっと誘われてる感もありますけど、7六飛車といって組めればいいですけど、6四銀と出てきてそれがどうなるか、角を上がって、やってますか。でね6四銀と出る筋があるんでやられるかどうか。やってこなかったですね。これは穏やかですね。こうなると桂馬を飛んで、6四銀には6五歩と終えるんでね、この辺りね解説編の方でまたね、じっくりねできればなと思います。で相手の方はね金を寄ってひたすら固めてくる作戦ですね。さあどうしようかな、難しいですね。石田流というね一つの理想形に組めたんですけど、ここから先がねどうなっていくか。端を伸ばしておきますかね。6四銀には6五歩とねいつでもつける格好なんで端を伸ばしておきますか。これ将来的なね端でものを目指したいという方はねガチガチの穴熊に組めたんで、一つね不満なしといったところですかね。相手の方としてもね4六ついて穏やかですね。石田流という理想の形に組めてますけど、後手の方も穴熊というね居飛車の方で非常に硬い囲いに組めてますんで、さあこれは銀をね6四銀と出てくる手がやってるので、この手はね油断して6四銀で次出られちゃうと6五歩に5五7五銀と出て大変ね一発でねアウトになっちゃうんで、角が買ってくのがいいでしょうね。6五歩と突く手もあるんですけど、6五歩ですと6四歩とね反発してくる可能性があるので、5七角がねさりげないですけどちょっとした工夫した受け方で、6四銀ならそこで6五歩と突くとねこの角がピーッと通ってくると。で、6五歩との違いは6五歩と突くとね相手まで6四歩とこう反発してくる筋があったんですけどね、今こうやるとね6四歩突かれなかったですよね。これが別にすぐね、優勢ねや不利とかねどっちともなるわけじゃないんですけど、ちょっとした工夫ですよね。でまた角戻ってきましたね。この辺り相手の方もちょっとね苦労してる感もありますけど、どうしますかね。もうじっくり組みますかね、金上がって。6五歩とか伸ばしちゃう手もあるところですけどね。
銀をそちらに上がってきました。これは5五歩から一歩持とうってことでしょうか。これはこの歩飛ばしますか。今度はね6四歩ちょっと突きにくくなったんでね、この歩突きやすいですよね。なるほど、銀がここに銀を引いて端の歩を取ろうとしてますね。なるほど、これはでもそうですね、ちょっと思い切った指し方ですね。これ3六とつけるんですけど、銀を引いて、1五銀とねこの歩を取ろうということですか。いやこれはなかなかね面白い手順ですね。どうしようかな。つかなければねすぐやられるというわけはないんでね、難しいとこですね。なんか動いていく手も考えたい。6六銀つながるか銀を引く手もあるんでね、銀立っとく方がいいかな。銀立って銀引きに、7四歩から動いていけないかな。うまくいくか分かんないですけどね、ちょっと銀立ってきますか。銀引いてね、多分この歩を取ろうってことだと思うんですよね。この端歩を今ね3六とつくと、4四銀だとね手損になっちゃうんで、2四に歩を引いてね、1五銀からこうなんですか、この歩を取ってね、こちら側が結構なんていうんですか、振り飛車側の理想形でしっかりしているので、ちょっと変則的な手順ですけど、この端歩の歩を取ってね同香同角とね、この銀香交換になるんですけど、振り飛車のね美濃囲いの大事なこの1九の香と交換になる分にはいいだろうと。でまた銀下がりましたね。ちょっと相手はまた若干こうね打開に苦労してる感はありますけどね。これ3六つきますか。さあどこから相手の方がね動いてくるかというのがね、動かせる、動かれるかね、こっちとしては動かせたくないというところですね。5五歩来る可能性がありますけど、そうなるとね若干戦いになる。棋譜ですか。5五歩もね有力だったと思います。これは結構ね本当に超持久戦ですね。穏やかな感じですけど、どうですかね。ここまで来る歩ですか。これちょっと思い切って動いてきましたね。歩をついてこれこう突きたくなりますね。だから銀を取ると桂馬を取ってっていうことですね。それもありますけど、同金と取りたい気もしますね。同金とね、銀を取ってね桂馬を取って同銀っていう手もあるんですけど、4五桂とね打ち返してくる手もありますし、どちらかというとねこうやっておいて、歩を渡したんでちょっとどっかから動かれたらひどいんですけど、大丈夫ならば2六もついて、これね玉頭をねなんかこう攻めれそうな感じも出てきてるんですよね。どうしようかな。2七銀上がろうかな。これちょっとね銀上がるとこれ一瞬離れ駒なんで動かれる手を一応警戒しておいた方がいいですね。大丈夫かな。2七銀上がりますか。この瞬間ねバラバラなので何かすごいこう殺到されるような手があると大変なことになっちゃうんで、今回はなかったんで金ですね。で金上がって、これで一応銀冠で乱れてますけど、こう中央ね上に厚みができてるとも言えるので、まずでしょうね振り飛車側ね。でこの5三の銀がねちょっとこうどちらにもこう出れない状況になってるので、一応この銀がねやはりこう暴れてくる感じになるとね、振り飛車側としては嫌なんですけど、現状はこの銀がね使いにくいということで、そうですね相手の方は歩を伸ばしてねやってきました。これね8六から8五歩という土もあるんですよね。あとはもう玉頭ねこれ2五歩からいっちゃう手もありますけど、ちょっとあれかな、やりすぎかな。難しいですねこれはね。なかなか角1回1個上がっとくような手もあるけど、どうやら3五歩とね手厚く打っとく手もねやってみたいですね。3五歩打っときますか。なんかこうかっちりこれね、位をキープして2五歩同桂とかね攻めていった時にもねこう厚みになるということですね。あと桂とか香を将来手に入れたら3四に桂馬打ったり香車打ったりね、現状はとにかく駒ないですけど、何か手に入れればここに打つ手がね厳しくなります。逆にね相手の方に3四歩とキープされると、今歩がいるところにねこれ逆ここに相手の方の歩が来るとね3五桂とかね打たれる手がね出てくるんで、で角を引いていきました。圧力をねこうかいくぐろうということですね。さあどうしようかな。角には角で対抗しておきますか。香車型この辺り非常にしっかりしてます。さあ形がねかなり持久戦で5五歩から一歩持てるかな。同歩同銀、いや決戦になるから言ってみますか。ちょっとねこれは決戦になる可能性があります。私はね一歩やっぱ持ちたいんでちょっと突っ張りましたけど、相手の方としてもねこの5三の銀が今こう突くとねこの銀を刺激する手になるので、このタイミングでね例えば同歩同銀5四銀とか動いてくるかもしれないですね。ただ私の方もねこれもう何ていうんですか一番こう出来上がってるのでね理想形になってるので、もう勝負でもね、穴熊相手でも勝負していこうということですね。ただもちろん、リスクはねありますので、どうなるか。同歩同銀5四銀が第一感ですね。そうなった時に、どうなるかですね。5六飛車と回るか
7四歩と突く筋もあるんですけどね、7四歩ですと5五銀同銀、そうですね、これ同銀の時にさ来るかどうか、1五4銀ね、5四歩なら穏やかです。歩やね、でもちょっとね、歩はちょっと打ちにくいと思いますね。なんかね、こう少しね、まあせっかく穴熊に組んでますから銀をぶつけてきそうな感じもあります。さあそうなるとね、ほんと激しくなりますね。激しくなるか、まあ私が同銀同飛車で抑えるか、角出ですか。これは2五歩も行きたくなるな。2五歩ついてね、同歩同桂、いやもう勢いってやつですよね。いっちゃいますかね。これでまあ同歩同桂で今角上がってきたんでね、同歩同桂がこう角に当たるわけですよね。はい。ただね、王様もね、私の方の王様も薄くなっていくんでね、まあ簡単ではないですね。まあこれで王角をね、どこか、まあ切ってくれば同角でさすがにちょっとまだ無理でしょうね。まあありますけどね、切ってくれてもね。そうですね。で1四も1回ついて、まあこれでね、これ大事な手でね、2四歩に1三歩打てるようにしておくと。でね、7四ついて5四打つのがいいかな。7四歩同飛車なら同飛車で歩打ってね、まあそれが良さそうですかね。7四ついて、これね、同飛車で飛車交換になるんですけど、その直後にね、5四に歩が打てるのが大きいんですよ。このね、飛車交換だけなら穴熊対銀冠でね、普通はこう穴熊よしなんですけど、この5四に歩を打った時にこの銀がね、こうなんていうんですかね、6二に引くしかないですよね。銀はもちろんボロッと取れれば振り飛車がいいですし、で同歩でも5四歩が大きいんで、まあここで歩を打ってくるのかな。ただそれも歩になって時によってね、どんどん攻めていく感じでどうかという感じで、まあ銀引く手もありますけどね、5四歩にね、まあ5四歩打つ手もありますね。ここで焦ってるんでね、5四歩にはもう歩になって時によっちゃいますかね。もうね、それでどんどんいっちゃう感じでどうですかね。まあ一点は5四歩と打ってね、まあ銀を引けば例えば7四歩と戻すような手があるんですよね。まあこの先に、振り飛車側から5四歩と打たれないようにね。ただし、そうですね、今同飛車です。これだと飛車交換で、そうですね、この直後にこの歩を打つのがね、結構期待の一手ですよね。この歩を打ってこの銀とこの銀のね、なんていうんですか、もうまあ優劣に差をつけることがもうとにかく大事でね、この銀が逆に歩ですか、これ攻め合いですね。大きいんですかね、これは。まあ銀を引くんでは辛いと見た勝負手でしょうか。銀を引けばね、8二飛車か6一飛車か、この前6一打った方がいいかな。はい、6一飛車と打って、これがね、1三歩からのこう8攻めと、まあ、この瞬間に8をこう打ってね、これでも手筋ですね。6二飛車台ですと2五歩でね、あれなので先にこうね、銀の方を桂の方ね取りに行ったのは正しい判断だと思います。ただね、1四歩同歩を利かしておいたのでね、1三歩を打って、これが王手でね一応桂馬を取れますので、でまあ金で取って、さあ2四歩の時にどうするかですね。もうどんどん1四金から攻めてって勝てるかどうか。さすがにやりすぎかな。金出て難しい。まあ金を引いてね飛車成りを間に合わせていくっていうのもあるので、まあ飛車金引きますか。これはね、6二飛車成の銀取りをもうなんていうんですか、間に合わせていこうと。まあ1四金と出てね決めに行くっていうか勝負に行く手もあったんでね、判断が難しいところです。でね、相手の方がねこれ3七歩と打ってくる手がね結構厳しいので、その手をね狙ってるんだと思いますね。まあこの飛車成った時に3七歩じゃないかな。相手の方強いのでね、とっても際どい勝負ですね。相手の方も3分切って、まあかなりしっかりした、角出ですか。これは歩成られる前にね角を出ておこうってことですね。なるほど。さあ結構際どい勝負でどうするか。この角でいい手ですね。まあ1三歩をとりあえず叩きの歩。さあ同桂か同金か、同金ですか。それで、4四ついて、さあ攻め合いですけど、どっちの攻めが早いかという、さあ正直言って微妙ですねこれは。3七歩とにかく叩きたいですね、相手の方はね。3七歩って、これね歩なって同金で2二銀、これ1三歩打たしてるんでね、きついので、まあ、3七歩同角4五桂とかが一番厳しい攻めで、その時がね私の方も簡単ではないですね。まあ3七歩に同玉と取るか、取る手もありますね。いや難しい。同角だと4五桂で厳しいかな。それは香取りですか。これで3七歩打った方が良かったとは思うんですけどね。これ歩成りでどうでしょう。
金寄りですが、これはね勝ちになったような気がしますね、なんとなく。銀出るのがいいかな。でこれねまだね詰みはないんですけど、銀を出てこれがね切って3三銀打ち詰めろになるので、これはね詰んだでしょ。切って銀打てばね、すみません、私が錯覚してなければ詰みですね。銀を打って、同桂同銀成で、どこに逃げてもね詰みですね。はい、ちょっとこれね香取って香が最後相手方ちょっとね、残念な点になりましたね。これはねスピード勝ちしましたね。はい、際どい勝負でしたけど、最後まで叩いてれば。ありがとうございました。日頃の行いが出ましたね。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋オーズで実況対局の方をやってまいりました。戦型が今回私のね、先手番三間飛車からね、石田流に組み替えるということで、相手の方が居飛車穴熊でね、結構持久戦のね、じっくりとした将棋に進んだんですね。結構ね、もう最後の最後まで形勢は際どくてですね、最後はね、一手勝ちですね。私は一手勝ちになったんですけれども、どの辺りがね勝負のポイントだったのか、あるいは先手番三間飛車でねどういった形のところをねポイントとしてね、考え方としてね大切にして指していくべきなのかといったあたりを解説編の方でやっていきますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。この動画が良かったらグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。